ドキャストオンボヤージュ。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。この番組ではヨーロッパで過ごした20年の暮らしを振り返りながら、日常の一コマ、四季折々のエピソードをお話しします。さて、前回のドイツのスーパーで初めてのお買い物の回にコメントをいただきました。南スペイン在住のイーさんから、するよね、卵割れてないかチェック、そして重さ測らずに何度レジに野菜持って行ったことか。うわぁ、やっぱりみんな通る道ですよね。私だけじゃなかったんだと安心しました。イーさん、ありがとうございました。コメントいただけるとすごく励みになります。またぜひお待ちしています。さて、今日は2月のドイツについてお話ししたいと思います。北ドイツの2月、一言で言うと寒くて暗くて辛い時期です。朝起きてもまだ真っ暗。やっと明るくなったと思ったら、空は厚い雲に覆われてどんより。そして夕方はもう4時頃には暗くなり始めます。太陽にお目にかかれない日が続きます。過去には10日間連続で太陽を拝めず、気分もどんどん沈んでいった年もありました。本当に太陽のありがたみを痛感します。そんなドイツでの初めての冬、南国育ちでズボラな私はとんでもない失敗をしてしまいました。地元は冬でも日中の気温が10度前後。なので私は朝シャワーを浴びても髪は自然乾燥が一番と言いながら、いつも濡れたまま出かけていました。そんな私がマイナス15度のドイツの冬に直面しました。ある日、いつもの調子で濡れた髪のまま外に出ました。そしたら耳のそばでシャリ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 と音がします。髪が一瞬で凍ってしまいました。氷点下で水は氷になる。当たり前の物理ですが、それを肌で髪で感じた瞬間でした。さすがに身の危険を感じて、その日は予定を変更してすぐに家に引き返したのを思い出します。こんなどんよりと灰色の空が続くドイツの冬を経験して気づいたことがあります。多くの作曲家たちが残した春への熱い思い、憧れ、待ち望む気持ち、春が来る喜び、それらの音楽をもっと理解できるようになったように思います。そして思い出すのが、ハンブルクに来たばかりの4月のこと。私にはまだまだ肌寒くて、気温は12度くらい。ですが、太陽が出たらみんなこぞって半袖で外に座って日光浴していました。まだ寒いのにドイツ人って体温が高いのかなと不思議に思ったのを覚えています。長くて暗い冬を体験した後、やっとわかりました。太陽が輝く喜び、そのありがたみ、それを体いっぱいで受け止めたいという衝動、心から理解しました。そんなどんより寒い2月ですが、楽しみもあります。カーニバルです。カーニバルと聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？リオのカーニバル、ベネツィアのカーニバルなどでしょうか。カーニバル、謝肉祭はカルネ・レバーレ、肉よさらばというラテン語に由来しています。というのも、カトリック教会ではイースター復活祭の40日前から肉や贅沢を控え、つつましく過ごす期間を設けていました。その断食の始まる前に食べ納め、遊び納めと
大いにお肉を食べて羽目を外したのがカーニバルの始まりだそうです。今では40日間の断食の習慣はほとんどなくなりましたが、お祭り騒ぎの方は世界各地に残りました。ドイツでも2月の中旬頃、愉快な仮装をしたり、伝統的な民族衣装や仮面をつけてパーティーや大規模なパレードが行われる地域があります。特に有名なのがケルン、デュッセルドルフ、マインツ、ボンなどカトリック文化圏の都市です。ラインランド地方のカーニバルは、それはもう無礼講で、みんなが仮装して飲んで騒いでのどんちゃん騒ぎだそうです。ケルンに住んでいる友人は、もうその騒ぎは尋常じゃないと言って、カーニバルの時期はケルンから脱出すると言っていました。ちなみに私が住んでいたハンブルクやブレーメンは北ドイツでルター派のプロテスタントが主流の町なので、カーニバルの文化はほとんどなく、私もカーニバルのどんちゃん騒ぎとは無縁の20年でした。ドイツに住んでいても地域が違うとまだまだ知らない文化がたくさんあります。そういう話を聞いたり、新しく経験したり、何年経っても新しい発見があって面白いです。皆さんの街にはカーニバルはありますか？あるいはこの時期ならではの行事やお祭りはありますか？ぜひメッセージお待ちしています。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。En voyage、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手はちゆきでした。